激動の時代、昭和。昭和を代表するヒーロー、力道山。敗戦ショックを引きずっていた日本に夢と希望を与えた昭和が生んだヒーロー、力道山。秘蔵映像が明かすその知られざる素顔とは。昭和29年2月19日、街頭テレビの前で一人の男の登場に人々は熱狂した。男は黒タイツ姿で大きなアメリカ人と戦っていた。男の名は力道山。人々は熱狂した。まだ魔法の小箱と言われたテレビ画面の向こうに、プロレスというスポーツにアメリカ人を投げ倒すとてつもなく強い男に、いつしか男はヒーローとなった。戦後の混乱期から高度成長期にかけ、人々に夢と希望を与えたスーパースター力道山。だが彼には知られざるもう一つの顔があった。スポーツ界や芸能界に日本では在日コリアンの人が多いということを皆さんはご存知ですか？ところが在日コリアンは芸能界で活躍している割に多くが何らかの事情で自分のルーツを隠し、日本の名前で活躍してきたからです。こういういびつな構造が日本の芸能界やスポーツ界においてどういう仕組みで生まれてきたのかは口述するとして、昭和の日本のヒーローである力道山もまたその一人である。プロ野球と並んで在日コリアンがいなければ発展しなかったと考えられるのが大相撲とプロレスの世界である。日本にプロレスを紹介し、それを戦後の日本で最も人気のあるプロスポーツの一つに育て上げたのは紛れもなく力道山であるが、彼はもともと日本の統治時代の1940年に朝鮮半島から相撲取りになるために日本に渡ってきたシルム。朝鮮相撲の選手であった。力道山の民族名はキムシルラクで、15歳の時朝鮮のシルム大会で3位に入賞した時、日本の相撲関係者にスカウトされ、来日したのである。日本にやってきたキムシルラクは、二所ノ関部屋に入門。40年5月に初土俵を踏み、力道山という力士名で日本の相撲界にデビューする。1940年5月の初土俵で、力道山はいきなり7勝1敗の好成績を収め、地元の新聞に、我らが力道山、輝く2番出世とその活躍が写真入りで大きく紹介されるほどであった。デビュー後の力道山は、序の口、序2段、3段目を1場所ずつの3段跳びでクリア。幕下も5場所で通過し、初土俵からわずか10場所で関取というスピード出世を記録した。そして1948年には待望の新小結になり、周囲から大関の声もかかるようになった。しかし、力道山は周囲に将来の横綱と期待されながらも、1950年5月、突然、相撲界からの引退を宣言する。引退の原因は、番付に対する不満と言われているが、実際は親方との確執が原因であったと本人は述懐している。相撲界を引退した力道山がプロレスに出会ったのは1951年。サンフランシスコ講和条約が調印され、戦後の日本が新しくスタートを切った時期である。その年、駐留米軍を慰問するため、米国からプロレスチームが初来日した。飛び入りで参加した力道山は、その魅力に取りつかれ、プロレスへの転向を決意する。翌1952年、プロレス修行のため、力道山は新天地の米国に飛び立った。米国での295勝5敗という輝かしい成績を引っ提げて日本に戻ってきた力道山は、
1953年に日本プロレス協会を設立した。日本におけるプロレスの歴史はここから始まった。必殺技の空手チョップで米国人レスラーをなぎ倒す力道山の勇姿がテレビで実況中継されたことで、たちまち日本中に空前のプロレスブームを引き起こすことになった。中でも1954年12月に行われた大相撲出身の力道山と柔道王木村正彦との試合は昭和の巌流島対決と言われ、プロレス人気をさらに盛り上げることになった。しかし、突然の秘宝となった。1963年、力道山は不慮の出来事でこの世を去る。酒によって一方的に暴力を振るい、チンピラブゼイの相手にナイフで刺された結果だった。死後、力道山の影の部分がだんだんと明らかになる。これまで多くの在日コリアンが日本のスポーツ界で活躍してきたが、その中で最も多くの日本人に愛され、国民的スターとして活躍した人物は力道山だった。力道山は、日本で相撲を取るために、朝鮮半島から日本に渡ってきた生粋のコリアンである。事実、彼が相撲界にデビューした時の番付資料の略歴には、朝鮮出身、力道山光弘、本名キムシルラクと記載されていた。ところが、力道山が活躍するにつれて、彼の略歴は少しずつ書き換えられていった。1941年5月には、肥前出身、力道山光弘、本名キムシルラクと出身地が朝鮮から肥前に書き換えられ、1943年には、長崎出身、力道山光弘、本名金本光弘と本名まで日本風に改められた。こうして力道山の経歴から朝鮮半島出身者の形跡が消されていく。なぜ力道山の経歴は書き換えられたのか？幕下で全勝優勝した力道山の能力を確信した親方が、朝鮮出身という出自が出世の障害になることを恐れたためである。やがて力道山もこうした周囲の気配を感じ取って、朝鮮半島出身という出自を隠すようになる。故郷の村から親族が訪ねてきても、力道山は会わずに追い返したほどであった。しかし、いくら経歴を書き換えたと言っても、国籍が日本でなければ、いずれ問題になるのではないかと、力道山は悩むようになった。相撲協会も力道山が将来、大関や横綱になれる条件が整ったとき、国籍が問題視されることを危惧していたようだった。力道山の相談を受け、後見人である新田組の社長の政治工作によって、日本の戸籍が認められたのは、1951年11月19日であった。しかし、戸籍上は日本人になったものの、力道山の朝鮮半島出身という出自が消えたわけではない。プロレスラーに転向し、国民のヒーローに祭り上げられるにつれ、力道山は自らの出自が表面化することを恐れた。日本のヒーローが朝鮮半島出身ではまずいというわけである。やがて力道山は自分の過去を隠蔽するために映画力道山物語の制作に乗り出す。映画制作を再開した日活が社運をかけて制作したと言われるこの映画は、力道山の波乱万丈の人生を史実に基づいて再現するというやり方で撮られたものであるが、実際は多くの作り話で成り立っていた。まず、力道山の幼少期の舞台は朝鮮半島ではなく、長崎県大村市が選ばれた。映画では、この日本の田舎町で力強く育った力道山が、喧嘩の強さを買われて、大相撲の世界に入ったという逸話が紹介されている。そしてデビュー後、不屈の闘志で関脇に昇進するものの、親方との確執で相撲界から引退。ここでは、親方が悪者として描かれ、
力道山一人で部屋を再建したような話になっていた。そして映画の後半は、力道山がプロレスの世界に転じ、米国での厳しい修行の末、ついにプロレスの世界チャンピオンになるというストーリーである。映画における力道山の生い立ちを問題にする者はいなかったが、親方を馬鹿にされた二所ノ関部屋は映画会社の日活と力道山を名誉毀損で告訴する動きを見せた。さらに力道山はプロレスの世界チャンピオンになったと映画では描かれているが、それも事実ではなかった。1958年8月27日、力道山はロサンゼルスでルーテーズに挑戦し、勝利して世界チャンピオンになったと報道されたが、ルーテーズはすでに王座から陥落しており、力道山が手に入れたのは、インターナショナルという文字の入った名誉チャンピオンベルトに過ぎなかった。こうした嘘に嘘を重ねるやり方は、いかにも朝鮮人らしい伝統的やり方とも言えるが、戦後日本人の心を強く明るく灯してくれた日本人のヒーロー力道山のどこか物悲しさ漂う最後であった。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？